ラプール広いチーム同士何番するのか気になるみたいなコメントがありますけど、やっぱりキャラプール広いですよね、全員。広いですね。お、バン始まってますね。琥珀ゾーン、カティタ。お、面白い。面白いバンしてますね。琥珀選手の琥珀と、ゾンこれのゾーンは誰のバンだ？番長さん。ちょっと待ってくださいね。ああ、そうですね。番長のゾーンですね。で、カティタ。カティタは ALXG のカティタ。ああ、リクヌー選手、さっきめちゃくちゃうまいカティタ決めてたからですね。アーロット。また。ああ、警戒されてますね。琥珀ゾーン、カティタ。アーロットがバンになります。今回カティタね、バンされてますけど、結構カティタが今、開くような環境が来るとはまさか思いませんでしたもんね。そうですね。まあ、カティタは開くんですけど、カティタも若干その火力下がったりっていう調整があって。ありましたね。一応ナーフはされたんですけど、だし、あと、今環境にさっきも言ったんですけど、今環境強いタンク3トップ、ゲンハー、マーティス、ガイですね。この3トップが、マーティス・ガイがカティタのカウンターなので、なるほど。確かに。若干カティタ取りにくいんですよね。さあ、バンピックがスタートしています。やはりアンジェラ。ゲンハ。これもしかしたら、マチルダが、いや、ないな、さすがに、マチルダは多分 ALXG がバンしますね、多分。あ、逆に OS がバンしていく。なるほど。いらねえと。ガチガチなしでやりましょうやってことですね。だからタンクジャングルが2枚。そうですね。プリエル選手が1戦目の配信卓でゲンハ使ってたのを見てバンと、あとフレッドリンは比較的そのタンクジャングルの中でも簡単に使える、いわゆるポチポチヒーローになるので、まあ、ここを抑えたら何出すんやっていうのを。これ見れんじゃないですか、写真。もしかしたら出るかもしれないですね。まあ、ランスロットなら全然あり得るけど。あり得る。まあ、環境的にはマーティスとガイが有力ではありますね。ここノバリア、ピックしてきました。ちょっと待って、これ、トメボノバリア？これ、本当ですね。ノバリアですか？あら。おっと行くんですかね。トメボ選手といえば、そうですよね。圧力をかける、This is トメボっていう、もうオリジナルマクロ、トメボマクロって言われる、あれをやるのがトメボ選手だと思ってたんで、いつもシューだったり、カーミラだったり、ああ、やっぱり来ました、ランスロット。見たかったね、これ。これはちょっとどうなってくるのか。対するレッドチームはバレンティナと、パキートですね。パキート今回初めてかな、見れるのは。パキートもキャラパワー高いですからね、今。ただディスラーですね。でもディスラーもバレンティナに取られると嫌ですもんね。嫌ですね。エレシルが出てくる。そうか、開いたのか、エレシル。いや、ただ、タンクジャングルよりも、ランスロットの方がエレシルは捕まえやすいので。なるほど、確かに。今のところランスロット、準決勝の1試合目か。1試合目はランスロットがいて、CC めっちゃ濃くて動けなさそうっていう試合だったんですけど、現状決勝は今ランスロットぶっ刺さってるように見えますね。暴れるか、ランスロット。リンをバンしていった。リンですね。雪乃選手がジャパンリン持ってるからですね。なるほど、ジャパンリン。見たかったな、それも。そうですね。ノバリアに対してカウンターがリンとハヤブサになるので。なるほど。そこをバンしていく。で、ハヤブサは、ハヤブサ対ランスロットしたら、ランスロットの方が、無敵スキル2つあって、ハヤブサのウルトを透かせるので。なるほど。ハヤブサは取られてもいいよっていうリンバンですね。僕、最近の私、これ、一押しですよ、ヒルダ。いやでもこれ、ノバリアが、あれですね、ロームだとヒルダ止めらんないので。止めらんないですよね。ランスも嫌ですよね。これ、ミッドノバリアにしてロームなんか取った方が良さそうな気がするけど、どうなるほど、どうなるか。さあ、ローム、ノバリアなのか、どうか。そう、これヒルダ大丈夫か？最初のヒルダインベードディスラーで止まるか？でも見えてて取るってことは、いけるってことでしょ？止まるって判断ですね。さあ、これはピック画面から面白くなってきたぞ。これもしかしたら2幕やってる余裕はないので、ジョイ。そういえば空いてましたね。空いてました。今大会初めて見るジョイ。今環境でも強い。ジョイはどうですか、今。強いんですけど、強さの基準というか、連動がちょっとレベチに必要なヒーローになるので、このヒーロー。なるほど。
この ALXG の雪乃選手はどうですかね、ジョイは。まあ、全然、それこそ日本でトップクラスのジャングラー、アサシンジャングラーなので、はい。連動的には全く問題なく使えるんでしょうけど、さあ、ジョイとランスロットと、これはまたちょっとね、ずっとタンクジャングルの試合が多かったんで、また変わった試合が見られるようになってくるかもしれません。そうですね。まあ、ジョイだったりランスロットだったりをピックするのは世界プレイヤーだとカイリっていう今世界一のアサシンジャングルなんですけど、なるほど。まあ、この2人はカイリに近いものを持ってますからね。なるほど、世界が見えてくるか。来たこのヒルダは止まらないぞ。こいつが止まんないよ、止まんないぞ。ブルーノが殴っているが、これは止められるか。いや、ブルーのいい火力出るな。ブルーのインスパも切っているのか。さあ、ペイントは切っていない。切らずに。さあ、ヒルダ追い返していく。ほぼ無傷でランスロットが青バフを取ることを成功しました。いや、ただこれヒルダちょっと食らいすぎだぞ。大丈夫か。さあ、ヒルダどうするか。まだ残してるんで耐えれますね。あ、いや、追いつくか、追いつくか、追いつくか、追いついてる。ああ、グールド決めていった。さすがグールドに支配された男ですよね。そうですね、ラナルド選手はグールドに呪われてるのかなっていうぐらい。なんか弱み握られてるかもしれないですね、グールドに。さあ、ここはエレシルをブルーノが落としていって、これは早々に試合が動きましたね、ブルーチーム。動きましたね。いや、これ、しかもブルーチーム、すみません、レッドチームか。レッドチームは、序盤有利取りたい構成のロームヒルダなので。なるほど、少しそこが。苦しくなるとまずいですね。さあ、さすがに世界が見えているか、ランスロット、さらにブルーノが非常にいい仕事、ヒルダを追い返して、エレシルまでキル取っていくと。いや、ただ雪の選手が狙ってますね。狙っているが、さあ、削れたか、ブルーノ。1、2の、3の、4の、入って落としていくと。うますぎる。さあ、みんなが聞いた嫌な音、モバレ1トラウマに残る音ですね。さあ、お互いジャングラーが躍動している。さあ、フレイルチャンス選手が先にここは、タートルを触っていきます。うますぎますね、ヒルダのいなし方が。素晴らしいです。さあ、ぶっ刺さってるように思えたんですけど。いや、これはね、これちょっと逆にもうこれヒルダ息できなくなりましたね。ヒルダが少し仕事ができなくなっているか。ディスラが絡んできているが、ジョイが、いや、パキーとか入ってきて、これは少しブルーチームが序盤から有利作っていくような展開でしょうか。そうですね、だいぶ有利ですね。ゴールドも差ついてて、ジャングルもだいぶ差ついてるんで。さあ、ヒルダ、ここも邪魔することはできなかった。追い返されていく。ただこれ赤バフ取れると、ちょっと縮まるかって思ったけど、さすがに取れなさそうか。赤バフまではいけないか。ジョイが現在6レベル。ランスロットは5レベルだから。パキートがいいダメージ出してますね。これディスラーちょっと苦しそう。パキート対ディスラーは少しパキートが EXP ソロキルを切るか。なるほど。一旦引くか。相性的にはどうなんですか、この2キャラは。若干ディスラー有利な気はしますけど。さあ、ゾーンを取り上げられて、パンチョ選手が少しやりづらそうにしているが、このトミフォー選手のノバリアはどうですか。ノバリアはレートヒーローなので、序盤はその敵のジャングルを1個でもスティールできたらいいなぐらいにしか正直仕事がないかなっていう。なるほど。ちょっと普段と違うような動きをしてますね。そうですね。普段は序盤からゴリゴリいくので。そうですよね。さあ、ランスロットがヒルダを追いかけ回していくが、ダッシュで逃げているヒルダ。逃げ切っていく。お家に帰宅。アサルトは切らされてますね。アサルトを切らされている。もう少しやることがなくなってきているか。さあ、ゴールドレーンは、ブルーノが少しお金差は、さあ、ここでいいダメージ、一撃が重たい。ノバリアもしっかりとダメージを出していますね。これ、ゴールドレーン、やばいですね。ブルーノゴールドレーンが育ちますよ。ブルーノが育つとジョイも苦しくなってきますかね。そうですね。EXP ジョイだったら報復持って無理やり突っ込めるんですけど。さあ、報復が持てない状況で、ここも青はしっかりと確保。グールドがビームを出していくが、ヒルダ逃げ切れるか。黒工事に追い詰められて。さあ、最後はノバリアにとどめを刺されていく。さあ、ロード戦、タートル戦ですね。始まっていきます。ジャングラーお互い7レベル。
タートルは、取ったのはランスロット。うわ、さらにクラッシュウルト。落とせるか ?1 突きは届かない。これはグールド。2突き、いい位置に置いていた。いやー、今の番長先生のディスラーのフラッシュウルト、でかいですね。でかいです。さあ、そうですね。これ、しびれるプレイが本当に多いですね、この大会ね。さあ、赤バフ。ランスロットが敵の赤バフに入っていきます。いやー、そしてやっぱりランスロットのヒルダのいなし方がマジでうまいですね。これはまあ、後でもう一回見直して勉強したいですね。さあ、勉強しても正直、これだけうまくいなせるこれは無理かってマジでいないです。何が違うんですか普通のランスロットプレイヤーと。距離感なんだろうなんでこんなうまいんですかね。ピンクさんでも無理？さあ、ノバリア絶対に無理ですがいやー、火炎弾で撃ち抜きましたね。打ち抜いていく。エイムもいいのブルーのか。もノバリアも火力やばいですね。いや、落ちるぞこれ。さあ、落ちていって、ヒルダが絡んでくるが、回復量もえげつない。返されるか？ジョイが入ってくるが、3枚来ているが、ここはキルには繋がる。さあ、グールドも躍動している。これは、ブルーチーム、かなり有利広げていく。さらに、タワーの方もね、折っていきます。ボットレーンが折れていく。全然動きやすそうですよね。これは、やはり、何なんですかね、このヒルダをうまくいなしてるからっていうところなんですか？そうですね。ヒルダが序盤いなせて1キル取れたっていうのがでかいですね。まあ、そのおかげで、ノバリアもゴールドに火力を出せてということですかね。さあ火炎弾で下げていって、ゴールドがダメージ出しているが、うまうなりますね。ー。いやー、今ノバリアしれっとバレンティナに当てて最大ダメージ出したと思ったら、ブルーのそれしっかり見てバレンティナに圧力かけに行ったんですけど、はいそこで死なずにバレンティナ瞬間移動で帰ってるんですよ。もう全員がうまいです。これ全員がうまい。さすが日本最高レベルの戦い。間違いなく最高レベルです。これが日本だ。さあ、エーシルもう少し嫌がって、ここはタートル戦。取っていくのはランスロット。もうジョイは下がらざるを得ない。ここはディスラーがジョイを落としていって、これは苦しい展開。これどうしたらいいですか？レッドチームは。 4000ゴールド差とはいえ、もうジャングルのレベル差が2レベル差ついてるので、こうなったらオープンセサミもサードタワーまで結構ゴリゴリいける。なんならセカンドロードまでフリーで取れるぐらいのお金差なので。なるほど。ビルドはどんな感じになってますか？お互いお金差も非常についているが、まあヒルダロームで取ってる試合はどっちかというと序盤有利取らないとちょっと苦しい構成なので、そうですよね。ロームの都合上、こうなると結構勝ちにくいというか、ランスもブルーノもさあ入っていってタワーの中も自由に散歩していく。いや、うますぎるランスロット、どこまで行くのかこの男。敵をしっかりと回収していって、セカンドタワーに手をかけていく。もうファーストタワーは全て折れていきました。次のロードまで50秒。ランスすごいですね、やっぱりね。化け物です。タワーあんま中入らん方がいいんですよね。そうですね。タワーダメージはもうそう聞いたんですけどね。ランスロットってパッシブでブリンクをするごとに火力が上がるんですけど、はい、ミニオンが来るタイミングだとそのミニオン3匹すり抜けて敵の奥に突っ込めるんで、そのタイミングだったらタワーも無理やり受けながら、受けても1発か2発なんで入っていけると。突っ込めるなっていう。ああ、素晴らしい。これはグールドからのヒルダー逃げ切っていくが、ランスロットがトップの方、上の方で、さあバレンティナを落としていって。いや、マジでうまいな、ランスロット。ヒルダーも落として。これ厳しいですね。さあ、ウルトから入って、2突きでタワーダメージをいなして、ミニオン使って、1突き移動して、さらにディスラーがウルト。これ世界クラスですよね。間違いなく世界クラスです。このランスロット多分まだこの試合無駄な1突きというか、逃げ以外の1突きで無駄な1突き切ってないので。なるほど。いやマジで完璧ですね。
120点のランスロットしてますね。120点が出ました。なかなか出ないですからやばね。すぎます、本当に。さあ、ここは生き生きと、ディスラーがハンマーを振り回していく。ハンマー対決は、ヒルダよりもディスラーの方が。さあ、負けていてもリコール連打は欠かさないイル先生。出さない。素晴らしいですね。楽しんでますね、大会。帰ってます、帰ってます。さあ、ちゃんと帰りましたね。まあ、正直こうなるとヒルダあんまりやることないんで。そうですよね。なんか虚無の時間みたいになっちゃいますけど。そうですね。無理してタワー突っ込んできた相手にウルトで一瞬足止めするぐらいしか。しかないってことですね。さあ、入っていって仕事をした。うまい。しかし、ランスロットが、いや、さすがに無理か。これは位置付きは切れているか？ランスロットは帰っていく。しかし、ブルーノがもう育っている、回収している。ランスロットをしっかりと火力を出して、さあ、ブルーノが残っている。これは、エンドはあるか？エンドがあるか？エンドはないんじゃないか。エンドはないか？しかし、ランスロットがうますぎる。うますぎる。当てていくのバリア。いや、これエンドありますね。エンドある。ブルーノが削って、タワーは落ちるか？タワー折れるか？タワーが折れていって、試合終了。いやー、凄まじいですね、ランスロット。勝ったのはブルーチームということで、オープンセサミ、初戦を制していきました。そうですね、ヒルダめちゃくちゃ刺さってるように思えたんですけど、あれ、あんな完璧にいなせるんですね。ヒルダを完璧にいなしていった。僕、最初の青バフのところのいなし方勉強したいな。ということで、ブルーのも良かったですね、カバーがね。いいカバーでしたね。あれをほぼノーダメージでいなして、なんならヒルダをあれから1キルするっていう試合が決まった感ありましたね。ランスロット。誰にもでもできることではありません。そうですね、練習してもできない。何時間とか何年あったらあそこまでいけます？なんかもう、なんだろう、もちろん練習もあるんですけど、おそらく天性の何かがないと、あれはできないですね。天才っていうやつです、いわゆる。天才です。